NPC が毎日同じことしかしない街がどこか作り物っぽく感じると思ったことはありませんか？今回はスカイリムの NPC に生活感を与えて世界そのものを生きているように感じられるモッドを紹介します。導入するだけで街や宿や市場を歩いている時間まで楽しくなり、探索そのものの没入感が大きく変わります。AI Overhaul SSE。 バニラでは多くの NPC は決まった場所を往復するだけで毎日同じ一日を繰り返しているように感じます。このモッドを導入すると散歩や買い物、休憩などの日課が増え、天候やドラゴン襲撃にも自然に反応するようになります。街を歩くだけでも住民の動きに変化があり、世界全体が生きているように感じられるのが魅力です。個人的には生活感を高めるモッドの中で最優先で導入したい一本ですね。ダイナミック NPC アウトフィッツのような見た目を変えるモッドとは役割が異なり、こちらは NPC そのものの生活を変えるモッドです。 NPC 変更モッドとは競合しやすいため、必要に応じてパッチを導入しましょう。 AI Overhaul SSE SPI Dified。 AI オーバーホールを導入すると多くの NPC 変更モッドとの互換性が気になる場面があります。このモッドは AI データの配布方法を見直すことでそうした競合を減らし、パッチ管理を大幅に楽にしてくれます。実際のプレイ中に直接変化を感じることはありませんが、大規模なモッド構成ほど安定して遊べる安心感があります。特に NPC リプレイサーを多く導入している人にはおすすめです。スカイパッチャー版と組み合わせればさらに多くの調整を自動化できるため、 AI オーバーホール環境を快適に維持したい人には欠かせない存在です。 AI Overhaul SSE Sky Patcher Patch。 こちらは SPID 化だけでは対応しきれない NPC データまで自動配布する補助モッドです。プレイ中に目立つ変化はありませんが NPC のステータスや派閥なども競合しにくくなるため、外見変更モッドや大型モッドリストでは効果を実感できます。個人的には生活感を高めるモッドを安心して動かす土台という印象が強いですね。 AI オーバーホールと SPID 化を導入するなら一緒に使う価値は十分あります。ただし本体だけでは動作しないため、必要モッドは忘れず導入してください。 NPCs ain't Hachikos。 バニラではクエスト待機中の NPC が何日経っても同じ場所で立ち続けたり座り続けたりすることがあります。このモッドはそうした不自然な待機をやめさせ、本来の日課へ戻してくれます。探索中に以前ならずっと橋にいた NPC が街で普通に生活している姿を見ると、小さな変更なのに世界がずっと自然に感じられます。 AI オーバーホールとは役割が少し違い、こちらは特定 NPC の不自然な待機を重点的に改善するモッドです。 AI オーバーホールと併用する場合はロード順だけ確認しておくと安心です。 NPCs ain't Hachikos, some more NPCs。 こちらは前作の対象 NPC をさらに増やした拡張版です。バニラでは椅子や壁にもたれたまま何日も動かない NPC が意外と多いですが、このモッドを入れると宿屋を歩き回ったり街を散策したりするようになります。実際にプレイするとあの人まだ座ってるなと思う場面がかなり減るので、細かな違和感が積み重ならなくなります。 NPC の日常を徹底的に自然にしたい人には前作と合わせて導入したいですね。一部はパッチが必要なので自分の構成に合わせて確認しておきましょう。 NPC AI Process Position Fix NG。 バニラでは待機や睡眠、ファストトラベルをすると時間だけ進んでいるのに NPC が昔いた場所へ残ってしまうことがあります。このモッドは内部処理を修正して本来いるべき場所へ移動してくれるようになります。宿屋で一晩泊まった後、住民がちゃんと仕事へ向かっているだけでも没入感はかなり違います。 AI オーバーホールとも相性が良く、生活系モッドを入れるなら一緒に導入したい縁の下の力持ちです。稀に NPC が目の前へ移動してくることがある点だけは覚えておきましょう。
Dynamic NPC outfits. バニラでは NPC は季節も時間も関係なく同じ服を着続けます。このモッドでは1日ごとに服装が変わるため、本当に着替えて生活しているような印象になります。街を歩くたびに見慣れた住民の雰囲気が少し変わるので、探索の新鮮さも増します。個人的には派手な機能ではないのに、没入感への効果はかなり大きいと感じました。AI オーバーホールが生活そのものを変えるモッドなら、こちらは生活している姿を自然に見せるモッドと言えます。鎧姿の NPC など対象外もある点だけは覚えておきましょう。Sleeping expanded, animations and NPC reactions. バニラでは眠っている NPC はほとんど動かず、人形のように見えてしまいます。このモッドでは呼吸や起き上がる動作が自然になり、夜中に起こすとちゃんと怒ったり困ったり反応してくれます。宿屋で眠る NPC を見かけるだけでもちゃんと生きている世界だなと感じられるのが印象的でした。細かな演出が好きな人にはかなり刺さると思います。次に紹介するモッドと組み合わせると睡眠シーンの完成度がさらに高まります。 Use those blankets. バニラでは極寒のスカイリムでも毛布を使わず眠る NPC が多く、少し違和感がありました。このモッドでは NPC もプレイヤーも毛布をかけて眠るようになります。宿屋や自宅を訪れた時、布団にくるまって眠る姿を見るだけで生活感がぐっと増します。派手さはありませんが、導入後はこれが標準だったように感じるくらい自然です。先ほどのモッドとの相性は抜群で、一緒に導入すると睡眠演出がかなり完成形に近づきます。装備によっては毛布が少し干渉することがあります。 Hunters loot and skin animals. バニラでは狩人は獲物を倒してもそのまま立ち去ることが少なくありません。このモッドでは狩人がちゃんと獲物へ近づき、戦利品を回収したり皮を剥いだりします。探索中に狩人の仕事ぶりを見かけるだけでも、この世界はプレイヤーがいなくても動いていると感じられるのが面白いところです。狩猟系モッドを導入している人ほど満足度は高いですね。シンプルハンティングオーバーホールと組み合わせるとさらに自然になります。 Fisherman fish. バニラでは漁師なのに釣りをしていない NPC も多く、港や湖が少し寂しく感じることがあります。このモッドでは漁師が実際に釣りをするようになり、水辺の景色に説得力が生まれます。探索中に港へ立ち寄るだけでもちゃんと仕事をしている人たちが暮らしている世界なんだと感じられるのが魅力です。ハンターズルートが狩人の生活を自然にするモッドなら、こちらは漁師の日常を描いてくれるモッドです。 AI オーバーホール環境ではロード順だけ確認しておけば安心です。 Chatty NPCs and followers. バニラでは NPC 同士の会話は限られていて、街全体が少し静かに感じることがあります。このモッドでは住民同士が自然に挨拶したり雑談したり、フォロワーへ話しかけたりするようになります。街を歩いているだけで耳に入る会話が増えるので、イベントが起きていない時間まで楽しくなるのが魅力です。生活感を重視する人にはかなりおすすめですね。音声はすべてバニラ素材なので違和感もほとんどありません。 Shouts of stallholders. バニラの市場は人はいるものの意外と静かで活気が足りない印象があります。このモッドでは露天商が積極的に客を呼び込むようになり、市場全体が一気に賑やかになります。街を歩いているだけでも商人の声が聞こえてくるので、本当に営業中の市場を歩いているような感覚になります。チャッティ NPC が住民同士の会話を増やすモッドなら、こちらは市場の雰囲気を盛り上げることに特化しています。両方導入すると街の生活感がさらに大きく向上します。 Cheeky kids. バニラの子供たちは少し大人びていて個性を感じにくい場面があります。このモッドでは子供らしい悪口や言い返しが追加され、周囲の大人もちゃんと反応します。街を歩いていると突然始まるやりとりが微笑ましく、
子供たちがちゃんと生活しているように感じられます。特に街を散策することが多い人にはおすすめですね。イベント発生はランダムなので、焦らず自然に遭遇するのを楽しむモッドです。Shoppers of Skyrim。バニラでは市場や店を利用する住民は限られていて、人通りが少なく感じることがあります。このモッドでは新しい買い物客が追加され、店主や他の客との会話まで楽しめます。実際にプレイすると市場へ行くだけで新しい交流が見られるので、街全体が活気づいた印象になります。チャッティ NPC やシャウト・オブ・ストールホルダーズと組み合わせると、市場が本当に生活の中心になったような雰囲気になります。一部機能には SKSE が必要なので、その点だけ確認しておきましょう。今回は NPC に生活感を与えて、スカイリムの世界をもっと自然に感じられるモッドを紹介しました。どれも戦闘を変えるモッドではありませんが、街や宿や探索中の景色が驚くほど生き生きと変わります。個人的には AI オーバーホールを軸にダイナミック NPC アウトフィッツ、スリーピングエクスパンデッド、チャッティ NPC を組み合わせるだけでも、もうバニラには戻れないと感じるくらい世界の雰囲気が変わりました。紹介させてもらった中で気になったモッドはありますか？ぜひコメントで教えてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。